こんにちは、ストプラです。今日はユンナンシュウダというヘビを紹介していきたいと思います。以前紹介した大陸シュウダによく似たヘビなんですが、大陸シュウダとは違う、緑色に黒が差すような模様、黄色い派手な模様はないのが特徴ですね。ただこの目つきの鋭さと、この体の前の方がまだらっぽいような模様で、後ろは模様が少ないような、この見た目は大陸シュウダに少し似ていますね。このザラザラとした両輪はこのヘビ特有のものかもしれないですね。アジの両輪はなんかあんまりかっこよく見えないですけど、このヘビの両輪はめちゃくちゃかっこいいです。目も大陸シュウダに似ていかつい目をしていますが、よく見ると鼻が丸っこかったりで可愛い顔してますね。ユンナンというのは中国の雲南省から来ている名前です。雲南省は中国の南西部に位置していて、ベトナム、ラオス、ミャンマーと国境を接している地域になります。美しい名前の通り、標高差が大きくて、低地から高地まで非常に多様な自然環境を持つ地域です。標高は最低で76メートルから最高で6740メートルもあって、この高低差が豊かな生態を育んでいます。このユンナンシュウダはそんな豊かな自然環境を持つ雲南省をはじめ、中国の広い地域や以前紹介したように大陸シュウダやですね、与那国シュウダなど日本にも亜種が分布しているような種類になります。ではこのユンナンシュウダについて詳しく紹介していきたいと思います。まず大きさですが、成長すると最大240センチにもなるかなり大型のヘビです。日本のヘビと比べると青大将よりもかなり大きくなるという可能性を秘めています。今は小さくて結構体も細いんですが、これから立派に育ってくれるように育てていきたいと思います。体色は緑がかった褐色、まだ幼い個体特有の色合いをしています。触ってみると鱗がしっかり隆起していて、ザラザラとした手触りがあります。結構個性なのか、大陸シュウダの前の動画にした子はこのカメラを見たままずっと威嚇してましたが、この子はずっと周りをキョロキョロして舌をペロペロしながら周りを観察しています。可愛いですね。今は緑っぽい色をしているんですが、成長するとどんどん色が変わっていきます。成体になると白と黒のコントラストが美しい、めちゃくちゃかっこいいヘビに変化していきます。ただ、真っ白黒に完璧になるかと言われると結構個体差があるみたいで、結構黄色がかっていたり、白黒なんですけども黄色いラインが入ったり、今のこの緑っぽい色からそのまま大きくなるような個体もいるみたいです。今のまま色は今の色で結構渋くて結構好きなので、完全に白黒にならなくてもいいかなとは思ってますね。野生では本当に幅広いものを食べているようです。ネズミ、鳥の卵、カエル、トカゲ、また他のヘビも食べているようです。しかも毒ヘビのコブラ、マムシまで捕食したという話があります。そこから英語ではキングラットスネーク、そうですね、キングスネークとかって呼ばれるヘビは他のヘビを食べれるとかって言うんですけれども、実際食べてる映像とかを見たことはないので、飼育下では冷凍ネズミをあげ続けるのがいいかなと思います。温度は25度から28度くらいを目安に、湿度もある程度保つようにはしていますね。水入れも体が疲れるくらいの大きさのものを用意しています。シェルターも入れて落ち着ける場所を作ってあげると良いとも言われています。
今はこの子はシェルターは入れてないですね。水入れは少し大きめなものを入れてますが、流木を入れてそれをシェルター代わりにしてもらっています。これからこの子の成長記録を残していきたいと思っています。色の変化、サイズの変化、そして性格の変化なども定期的に撮影していけたらいいなと思っています。脱皮の様子や給餌の様子なんかもこれから見せていきたいと思ってます。何年後かにですね、成長した生態の姿をぜひ皆さんと共有していきたいと思います。ちなみにシューダというのは以前大陸シューダで紹介したように、臭い蛇、匂い蛇と書くんですね。ちょっとかわいそうな名前に聞こえるかもしれませんが、これにはちゃんと理由があって、この蛇は肛門の近くに臭腺というものを持っていて、危険を感じたり捕まえられたりすると強烈な悪臭を放ちます。ただユンナンシューダは結構おとなしくて、この子だけかもしれないんですけれども、大陸シューダとかと比べると全然匂いを出さないですね。結構詳しい人や何匹も飼ってる人のお話を聞くと、大陸シューダは結構粗い個体多め、ユンナンシューダはそこからちょっと少なくなって、ヨナグニシューダも結構おとなしい子が多いみたいですね。ただ個体差はあるので、飼う時にユンナンシューダやヨナグニシューダだからといって荒くならないだろうというような気持ちで飼うと痛い目に遭うかもしれません。今のところこの子からはそんな匂いを嗅いだことはありませんが、ストレスを与えないように常に気をつけて飼育しています。攻撃的ですぐに威嚇して噛もうとする個体も多いようなんですが、毒は持っていないのでその点は安心です。飼育下で特に小さいうちから育てるとある程度は人に慣れてくると言われています。この子もまだお迎えして間もないんですが、少しずつ慣れてきてくれている感じがしますね。さすがにハンドリングしながらは暴れるというか、すごい好奇心旺盛ですぐどこかにビューッと行こうとするので、ちょっと今ケースの中に入れて撮影させてもらってるんですが、ハンドリングは全然しようと思えばできますし、大陸シューダとかと比べると本当におとなしいと言ってもいいかもしれないですね。ボールパイソンとかコーンスネークと比べるとちょっとやんちゃなのかなっていうぐらいですね。大型になるヘビなので成長に合わせてゲージも大きくしていく必要があります。今は小さいのでこのサイズ、衣装ケース、前大陸シューダを入れていたようなサイズ、120ぐらいの120いかないぐらいのサイズで十分なんですけれども、将来的には縦横幅も120あるような大型のケージに入れてあげたいなと思っています。ただやっぱり大きすぎると鼻すれを起こしたりとか動いて落ち着かなくなっちゃう個体もいるみたいなんですね。で結構木箱で密閉したような環境で育ててあげるのが落ち着くとかっていうブリーダーさんとかもいるので、そこはこの子の性格を見ながら変えていきたいと思います。この子も以前は衣装ケースじゃなくて大きめのハムスターとか入れるようなゲージに入れていたんですが、落ち着かないですし、ガラスを壊そうとしちゃったりするんですね。で水槽型のケージとかにも慣れるかやってみたんですけども、結局半透明になるような衣装ケースに落ち着いています。ユンナンシューダはまだまだ知名度は低いヘビかもしれませんが、本当に魅力的なヘビです。大型にもなって迫力があって成長すると本当にかっこいいヘビです。この子との生活をこれからも楽しんでいきたいと思います。もし興味を持っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。